Okay, so today I want to talk about 5 things you need to know before coming to Iceland. And this is the second video about this topic. So if you want to check 5 more, please check the other video. I made it in 2020, so it's kind of old, but you can get the proper information outside. So if you want to know about more, please check it out. I'm gonna put the link in the description. So yeah, let's talk about it. But it's -7 right now. Can you see it? So I was thinking to talk outside, but I can't. So I'm gonna go inside. So see you guys inside. 中に入ってきました。めちゃめちゃあったかいです。ということでですね、今回は、日本人の方に向けたものがメッセージが非常に詰まっておりますので、日本語で紹介していきたいなと思います。早速なんですけれども、最初の一つ目は天気が変わりやすいこと、服装っていうことです。雨が降ったら5分待てば天気が変わるとか、悪い天気はない、ただあるのは悪い、適してない服装をしているだけといった言い文句があります。これは夏でも冬でも言えることで、年間通して急な突風とか風はめっちゃ強くなったりするんですよ。で、夏は急にしぐれたりとか、冬は急に吹雪いてきたりとか、そういった急な天候の変化に適した服装を事前に持ってきておくっていうのが大事です。なんで、防水のアウターとかズボン、上下ですねとか、靴を準備してもらっていることで、足元からの冷え、足元濡れたりしないので、体温とかも調節しやすいのかなと思うので、ぜひ持ってきてほしいなって思う。ちょっとかさばるとは思うんですけど、もし持ってくるかもう履いてくるかしてきていいんじゃないかなって思います。あとレンタルとか参加するツアーによってしてくれたりするんですけど、あったりなかったりするのと、その1回限りでも高かったりするんで、そこは予算とか自分の状況に合わせて調整、検討してもらえたらいいんじゃないかなって思います。あとプラスで1点、今思いついたんですけど、僕2年前に、友人とアイスランド旅した時に上下靴全部防水で着てたんですけど、カバンのカバーを忘れまして、防水のカバー、そのカバンを守るためにの防水カバーっていうのも持ってくるものによるんですけど、いざってなった時にカバンの中身がぐちゃぐちゃにならないように、いいかなと思います。はい、で、ちなみに室内は今僕見てもらったら分かる通り、半袖で過ごせるくらい快適、めちゃめちゃ暖かく過ごせるんで、そこは安心してもらっていいかな。サンダルとかあればちょっとベターかもしれないですけど、それはプラスアルファぐらいで考えててもらってもいいんじゃないのかなって思います。次は水着です。アイスランドで一番と言っていいほど、有名な温泉、温水プールではない温泉ですよね。ブルーラグーン、多分皆さんもご存知かと思うんですけど、とか、市内にあるスカイラグーンとか、その他の人など、アイスランドに点在してるんですけど、に入りたい場合は、日本の温泉のように男女分かれて、裸で入るっていうよりかは、男女関係なく水着を着て入るっていう感じになってます。なんかアイスランド行くってなった時に、寒いとこ行くじゃないですか。だからなんか僕の中で水着っていんのみたいな、なんで水着いんのみたいな感じに最初になったんですけど、そういう温泉とかがあるってなると、確かに水着がいるのかな。温泉があったらしても日本人からしたら別に水着いらないじゃないですか。水着て入るって感覚ないんで、ただだから忘れがちやと思うんですけど、レンタルもあるんですけど、別に水着自分で持ってきたらいいやんっていう、別にかさばらんしっていうことで、水着は服装、前回っていうか一つ目の服装に加えてなんですけど、ぜひ持ってきて楽しんでほしいなって思ってます。3つ目はシーズンを知るってことです。アイスランドで何をしたいのか、何を見たいのか、どこ行きたいのかによってアイスランドに行くべきタイミングが変わってきます。例えばなんですけど、アイスランドにオーロラを見に行きたいってなった時に、アイスランドに夏行っちゃうとほぼ24時間外は明るいです。日照時間がめちゃめちゃ明るい、もう白夜って言われるもんみたいな感じなんで、
言われる感じっていうかそうか。なんでアイスランドでオーロラを見ることは、夜空にオーロラが出ることはないです。てかそもそも見えないですね。明るすぎて。逆になんですけど、オーロラはいいからアイスランドのいろんなとこ回りたいと。いろんなとこ回りたい。一周もしてみたい。みたいな、島一周もしたいってなった時に、冬に来てしまうと、ほぼ日照時間、ほぼ言い過ぎですね。日照時間がかなり短いので、いろんなとこを回れるのは満足して回れるのかなってなったら疑問符が出てくるって感じですね。例えばなんですけど、今の日の出が11時頃です。今、1月10日現在、日の出が11時頃。で、日の入りが16時頃です。5時間ぐらいなんですよ。で、太陽も高く上がんないんですよね。高く上がんなくて、もうずっとピーって感じなんで、運転するときめっちゃ眩しいとか、まあなんか西日をずっと浴びてる感じみたいな日本人目線だったら多分そうなるかもしれないですけど、で、上がりきることもないし、そんななんか写真とかに撮るのめちゃめちゃいいんですけど、うわー明るいみたいな感じでは夏はないんで、そうなってくると、まあアイスランド回る時間もすごい限られてくるんで、自分が何をしたいのか、どういう景色を見たいのかを明確にしてプラン練っていただけるといいんじゃないかなと思います。4つ目はレンタカーアイスランドでの運転についてです。もしですね、もし日本にいて免許持ってるけど運転してない、でもアイスランドに行ったら運転してみたいなって人がいたら、ぜひ運転してみてほしいです。国際免許とか取る必要があって、ちょっと大変かなって思う人もいるかもしれないんですけど、僕の出身の滋賀県では基本的に1日で取れます。手数料も多分3000円ぐらいで、1日でどこどこに行くからとか報告をして発行してもらうって感じなんで、ぜひ運転してほしいって思ってます。左ハンドルであったりとか、なんかそもそものルールって日本とやっぱ違ってたりするんですけど、すぐ運転したら慣れると思うんで、道もそんなに混んでなかったりとかするんで、安心して、安心は良くないですね。気負いをせずに運転してくれたらいいかなって思います。レンタカー屋さんもですね、空港から直結とか、もしくは空港から直接シャトルバスで行けたりするんで、結構な頻繁にシャトルバスも出てるんで、空港着いて荷物重い、うわめっちゃ運ばなあかんとかじゃなくて、快適にそのままスムーズにレンタカーへ行って自分の車借りて旅を始めることができるんじゃないかなって思います。あと運転する際に舗装された道、アスファルトの道、日本で言うとを運転する、それだけで運転するって場合は、基本的に4駆じゃなくていいんですけど、雪道とかオフロードとか川渡ってみたいとか、アイスランドのど真ん中行ってみたいとかいう場合だったら、4駆 4WD 4 Wheel Drive をかなりおすすめっていうか、それをしてください。そうじゃないと多分はまったりとか動けなくなったりするんで、めちゃめちゃ大変なんで、できるだけ4駆にしてもらった方がアイスランドはいいんじゃないかなって思うんで、そのように選択してみてください。はい、最後5つ目ですね。最後はアイスランドに行くのにそもそも日本人としてビザがいるのかっていう話です。アイスランドはヨーロッパの EU には実は入ってないんですけど、宣言協定国っていうのに入っていまして、なんで日本人であれば180日間のうちの90日滞在できます。というややこしいですよね。180日間の90日滞在できることなんで、例えばアイスランドに今日から90日滞在しました。で、その後7日間、何日でもいいんですけど、7日間フィンランドに行きたいで計画を立てる人がいたとします。それが180日間のうち90日アイスランドにいて、7日はフィンランドにいるところなんで、97日、180日間の中の97日、宣言協定国、宣言圏内にいるところなので、できないっていう話です。なので、180日間の、例えば30日アイスランドにいました。で、
で30日日本に帰ってました。で次の30日フィンランドに30日過ごしてますってなってくると180日のうちの30日使いました。まだ30日は日本にいたので使ってません。で、30日フィンランドに使いましたので、60日じゃないですか。なんで、あともう30日、シェンゲンのエリア、どこでも入れるって感じです。フィンランドのすぐ後でもいいし、フィンランドちょっと後開けてもいいし、みたいな感じなんで、ちょっとややこしいんですけど、長期でどこどこに行くっていうプランを立てる方は一回見直してみるといいんじゃないかなって思います。僕も最近シェンゲンで結構ギリギリ90日ギリギリぐらいまで滞在したことがあって、そしたらそのシェンゲンを出るとき、国境を出るときみたいな感じなんですけど、その空港であと何日だよみたいなのは言われたことはあって、分かってるって言って普通には通れるんですけど、なんで、一応共有ということでアイスランドはビザなしで行けて180日間の90日3ヶ月連続で滞在したければ入れるよっていう話になります。ぜひいやーっていうことで今回2025年新たに5つの項目を追加しましたけどいかがだったでしょうかと。正直ですね、まだまだ追加したいこととかあるんですけれど、長くなりすぎてもあれだなと思うんで、ちょっと自分の中で伝えておきたいことをちょっとピックアップして話してみました。前回作った動画が2020年の動画なんですけど、そこの時も5つの項目について話しているんですが、なんて俺言わないですよね。話してるんですけど、今現時点でもぜひ知ってもらいたい。知っていてもらったら絶対お得なことを話してるんで、よかったら合わせて見てみてください。っていうことで、はい、2025年5つ追加したアイスランドに行く前に、アイスランド観光旅行に行く前に知っておきたいこと5つでした。Thank you guys for watching. And if you have any other things you want to know, just let me know in the comment. And hope you're having a great day. And see you guys in the next video. Tack för det. Cheers. いい写真です。これはめちゃめちゃいい写真なんですけど、めちゃめちゃ寒い。